1人で施工が可能です。なおかつホームセンターで手に入るような材料で全てできます。DIY の難易度もかなり下がります。パネルを水平に置くことによって風の影響が最小限に抑えられるソーラー発電所の強風被害の写真です。しっかりと風圧計算をした上でソーラーパネルを配置する必要性があります。今回は簡単に作れてローコストで、そして安全性も高いソーラーパネルの取り付け方法をお伝えしたいと思います。どのようにしてそのソーラーパネルを取り付けるのか、どのようにして部材や材料を手に入れるのか、本当に強度は大丈夫なのか、そういったことをお伝えします。最後までご覧ください。今回提案するソーラーパネルの取り付け方のメリットを紹介します。1、安全性。屋根など高いところに登って作業するというのはとても疲れますし、何より危険です。庭に置いて使うなら DIY としての難易度もかなり下がります。2つ目のメリットは1人でも作業ができることです。3つ目は屋根が傷む心配がありません。4つ目、部材が少ないので経済的です。5つ目、材料が全てホームセンターで手に入るものなので手軽に調達できます。6つ目は風圧計算をしっかりと行っているので安全性が高いです。7つ目は特別な工具が不要なことです。こちらが必要な材料です。1枚のソーラーパネルにつきこの靴石が4つ必要になります。羽子板付き靴石という名称で売られています。高さは300です。ここからここまでが 300mm あります。これが4つと、あとは M6 のステンレスボルトとナットとワッシャーです。屋外で使用するので錆びないようにステンレス製を選びましょう。こういう風にナイロンナット付きのものだとさらに振動などでも緩みにくくなるのでメンテナンス性が良くなり安全性も高まります。今回必要な道具は手袋、ペン、10mm のスパナ2本と長さを測るためのコンベックス、下穴用の 3mm の切りと本番用の 6mm の切り、保護メガネとインパクトです。はじめにソーラーパネルの寸法を測っていきます。はい、横が 990mm、縦が 1650mm。はい、先ほどのソーラーパネルの寸法ですね。縦が 1650mm で横が 990mm です。これを均等に支えたいので分割してこのポイントとこのポイントと反対側のこのポイントとこのポイントで支えたいと思います。1650を4で割ってあげるとおおよそ 412.5mm になるので 410mm でこの端っこから 410mm、端っこから 410mm、こちらも同じように端っこから 410mm、端っこから 410mm でマーキングをしていきたいと思います。410mm でマーキングします。この作業から使い石を置いていくので、実際にソーラーパネルを設置する場所で行います。何でもいいです。まっすぐな棒などを用意します。そしてここに先ほどの410、990mm、1650のマーキングをしていきます。右端から 410mm、990mm が横の寸法ですね。1650が縦の長い辺の一番端っこです。ここから 410mm の場所にもマーキングをしておきます。では使い石を大体の場所に設置していきます。よいしょ。はい、次に大体の場所に使い石を置いたので正確な位置を先ほど作った棒を使って割り出していきます。では見てみましょう。このようにしてこれがソーラーパネルの端っこの横の長さになるので、この課題はもうちょっと990に近くなる必要があります。なのでもうちょっと押してあげて、これぐらいかな。少しだけ出ていてもそこまで影響はありません。だいたいこれぐらいでいいでしょう。こっち側をする前にだいたいこの410がこの使い石の真ん中に来るので、こういう風に配置して縦の方も見てみます。ちょっと行き過ぎですね。これで今だいたい合っています。こ
ち側はだいぶずれてるので、こんな感じでいいでしょう。縦の方も見てみます。ガンずれてるな。だいたい OK ですね。そしてこれも一応チェックで OK です。これで全てソーラーパネルの横が入る寸法になっています。そしてほぼ均等に縦の長さの4分の1の箇所で置ける位置に使い石を配置できました。では使い石の位置が決まったらソーラーパネルを持ち運んでここにセットします。ではソーラーパネルの位置を正確に設置していきます。このマーキングをこの真ん中ぐらいに持ってきます。こっちも同じですね。このマーキングをこの真ん中ぐらいに持ってくるように意識してちょっと位置を調整します。反対側も同じようにマーキングをチェックしながら、だいたいこの位置ですね。こちらの左手側の方を基準点にしたいと思うので、そちらを410できれいに合わせたら、どうしてもここに隙間ができると思います。これを使い石ごと押して動かします。はい、このフレームの真ん中あたりにボルトを入れたいので、だいたいこのフレームの真ん中ぐらいの場所でマーキングします。これを同じように4箇所すべて行います。3ミリのビスを使って下穴を開けていきます。で、このように2枚同時にやるので、そのまま貫通させます。貫通しました。同じようにすべて4箇所下穴を開けていきます。6ミリのドリルで穴を開けていきます。では、M6 のステンレスボルトで取り付けをしていきます。ボルトにこういうふうにステンレスのワッシャーをつけて、裏側から通した方が簡単なので、裏側から通します。こんな感じです。ボルトの頭出てきましたね。ちょっと引っ込めて下ろしていきます。そして裏側から押すとボルトの先が出てきます。そこにワッシャーとナットを使って取り付けます。で、手で軽く締めたら 10mm のスパナで締めていきます。裏側は感覚でやらないといけないので少し難しいかもしれません。はい、これで固定できました。しっかりと固定されています。ソーラーパネル取り付け完了しました。この羽子板の影が気になる方はグラインダーなどでカットするといいでしょう。角度はありませんが、日当たりは大丈夫ですか？はい、角度の問題ですね。今回のこのソーラーパネルの取り付け方法は風の影響を可能な限り少なくするためにほぼ水平0度の状態で設置しています。日本は一応30度ぐらいが一番ベストな角度だというふうに言われています。ただほぼ水平の状態でも発電量はさほど変わりません。そしてフラットにしていれば太陽がどの方角から来てもあまり方角の影響を受けづらいというのも一つのメリットとしてあります。どうしても角度をつけたいという場合は、こんな風に少し今細工をしましたが、この靴石の羽子板の穴の位置をいくつか作ってあげて角度をつけることはできます。ただ、当社としては風の影響を最小限にする方を重視して0度でやるのをお勧めします。盗まれる心配ありませんか？はい、そうですね。屋根の上だと盗まれる心配というのはかなり低くなると思うんですけど、地上に置いてあると確かにアクセスしやすいので、そういう心配もわかります。
ただ実際にですね、この靴石自体は1つあたり 20kg ぐらいの重さがあります。そしてソーラーパネル自体も、約 20kg ほどあるので、今全体で 100kg の重さがあります。ですので、簡単に盗むというのは難しいと思います。分解するのにも時間がかかります。もし、どうしても心配だっていう場合は、こういったナットやボルトをセキュリティボルトっていうのがあるんですけど、特殊な工具でないと外せないようなボルトナットに変えてあげるだけで分解することができないので、盗まれる心配はかなり減ります。土地がない場合はどうしたらいいですか？そうですね、確かに屋根上設置だと家の上につけるので、家のスペースさえあればつけれるっていうのはあります。これだとどうしても地上の面積を占有するので、これから新しい家を建てたいとか引っ越しを検討している方は、広い空き地やちょっと庭があるところを選ぶといいと思います。草刈りとか大変そうな気がしますが、どうでしょうか？はい、そうですね。草刈り、対策としては、防草シートを引いてからソーラーパネルの設置を行えば、かなり草は生えにくくなります。で確かに草刈りの時に配線なんかも気になると思うんですけど、VE 管とか、配線用のこういう CD 管、こういったものをつければ目立ちやすくなって、配線の保護にも役に立ちます。草刈りの時にも誤って配線を切ってしまうっていう危険性が抑えられると思います。強度は大丈夫ですか？そうですね、強度を計算しなければならない箇所っていうのはいくつかあるんですけども、主にこのボルトが風の力などで折れてしまうっていうところですね。そういったものの強度計算や、ソーラーパネルが風で煽られてひっくり返ったり動かないか、そういった風圧計算ですね。風圧荷重計算と言いますが、そういったのも後ほど、詳しく紹介したいと思います。風圧荷重計算はソーラーパネルの安全な運用に欠かせません。これが適切に行われていないと、ソーラーパネルが破損することはもちろんのこと、それが飛んでいって第三者に迷惑をかけたり、また第三者のものを破損したりする可能性があります。はい、この写真を見てください。これはソーラー発電所の強風被害の写真です。見ていただければわかるんですけど、プロの専門の方が施工したものですね。こういうふうにプロの方が施工をしても、強風によってソーラーパネルが飛ばされています。もちろん風圧荷重計算などを行っていると思いますが、このようにフェンスを越えてソーラーパネルが飛んでいっています。でこれが隣の家に当たったりとか、車に当たったり、もしくは人に当たったりすると甚大な事故になります。でこういうふうにですね、しっかりと地面に杭を刺してるんですけど、やはり風の力がものすごいので、風に押されて杭がもう地面に浮いているのが見えると思います。オフグリッド発電をするにあたっても、こういった事故が起きないようにするために、しっかりと風圧計算をした上でソーラーパネルを配置する必要性があります。ただ一般の方にとっては、風圧荷重計算というのはかなり難易度が高いと思います。でそういった荷重計算をした上での私たちの結論としては、パネルを水平に置くということです。でなぜかというと、パネルを水平に置くことによって風の影響が最小限に抑えられるからです。仮にこれはソーラーパネルだとすれば、こういうふうに斜めに置いていると、後ろからの風、前からの風もそうなんですが、特に後ろからの風によってパネルが崩壊しやすいですね。こういうふうに押されて、最終的に先ほどの写真のように下側の課題も全て壊されて飛んでいってしまうというふうな状況になりやすいです。それはパネルに風が当たる面積が広くなるからですね。ですので最小限にするためには、このように水平に置いて、この薄い3センチ部分のところに風が当たる、あとは流れていくというふうに風の影響を最小限にするのが一番良いという結論に至りました。ではここで私たちが行っている風圧荷重計算の一部分を紹介したいと思います。この計算っていうのは JIS という日本の工業によく使われる規格があるんですけど、この JIS-C8955-2017 太陽電池アレイ用指示物の設計用荷重算出方法というちょっと難しい計算を基準にして計算しています。これが私たちが使っている計算の一文です。基準となる風速を50メートル毎秒で計算しています。これはかなり高い数字です。で、設計用風速圧っていうのを係数をかけて、風速をかけてソーラーパネルに当たる風の強さを求めて、それに耐えられる重りというのを算出しています。でこういうふうに、風速50メートルを基準として計算して、なおかつ安全係数を 1.3 で余裕を持たせた設計で計算しています。計算したから安心というわけではないんですが、個人が太陽光発電をするにしてもしっかりとした根拠を持った
太陽光パネルの取り付けを計算をして設置していますというのはすごく大切です。風圧以外にこの他にもこの基準の中には積雪荷重計算や、あとは地震の揺れなんかに対する荷重計算、あとは取り付けているボルトがちぎれないかどうかっていうような荷重計算、そういったことも行っています。はい、費用の計算を行ってみたいと思います。ここでは、当社がよく動画に出している電気需給ユニットエクストラ5000、こちらがだいたい 3kW ぐらいのソーラーパネルがセットになることが多いんですけど、そうなると10枚のソーラーパネルをつけることが多いです。10枚を元にして今回費用を計算してみました。10枚のソーラーパネルをつけるときにはこの靴石が1つにつき4つ必要になりますので40個必要になります。で1個あたり1700円なので材料費だけで6万8000円になります。そして、取り付けるときに使ったステンレスボルトやワッシャー、ナット、こういったものはホームセンターでもセットもので売ってあるんですけど、それを20袋購入したと考えた場合に4000円になります。合計で7万2000円となりました。費用だけを見ると7万2000円という金額は決して安くない金額ですが、実際にソーラーパネルを取り付けようと考えた時に、例えば屋根につけようと考えた場合は課題だけでも9万円ぐらいの値段がします。で屋根につける場合はさらに足場費用などが20万円ほどかかる場合がありますので、そう考えるとかなり安いというのが分かってくると思います。で例えば他にも地面に基礎を打って、その基礎から取り付け金具を出してさらに課題をつける、よく野立てソーラーなんかそういう風になってたりしますけど、そういったものをする場合はもっと費用がかかります。でこの取り付け方法だと1人で施工が可能です。なおかつホームセンターで手に入るような材料で全てできます。それと風圧計算もしているので根拠のある一応安全性を数値として出しています。そして撤去費用も安くで済みます。足場などがいりませんし、基礎工事をしていないので、それぞれの部品を分解するだけで撤去できます。そういうふうに総合的に考えると、この7万2000円っていう金額は決して高くない金額だと私は思います。今回はソーラーパネルの安くて手軽に簡単にできて、なおかつ安全性も高い、そういった取り付け方を紹介しました。風の影響を最小限にするのが一番良い。電気需給ユニットだけじゃなくてポータブル電源、そういったのにも応用できると思います。オフグリッド生活をやってみたいという人の役に立つのではないかなと思います。部材リストっていうのを簡単に作ってみました。ダウンロードリンクを概要欄に貼っているので、よければダウンロードして使ってください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。